4種類の異なった線が描けるんですね。はい。皆さん、こんにちは。柴崎です。前回はね、この太いね、丸筆1本を使って様々な表現ができるんだというお話をしましたね。こんな絵でしたね。ポロックの絵みたいな現代絵画。とても楽しかったでしょ？水彩で太い筆を使うからあんなことができるんですね。今までみたいにただ形の中に色を詰めて塗っていくという考えから離れて、太い筆で自由自在に描く。そしてそういうことによって本当に素晴らしい水彩画があなたも楽しむことができる。その可能性をこの太い筆が秘めてるんだ。この太い筆が持ってるんだ。そういうお話でした。でもね、柴崎はいっぺんに描いたからね、本当はどうやってたのってよくわからないところもあったと思います。今回はもう一度この太い筆を使ってあなたにも再現ができるように柴崎が一つ一つわかりやすく分析してお伝えしたいと思います。その第一弾としてこの筆で様々な直線を引いてみます。では早速ね、やってみたいと思います。では、パレットの注目してくださいね。まず、絵の具を溶くんですよね。お水を持ってきます。お水をいっぱい。いつも絵の具、たっぷりと濃いめでしたね。今日はまた、プルシャンブルーにしようかな。わかりやすく。たっぷりと濃いめに溶きましょう。さあ、ここは大事ですね。ここに落とすようにして、たっぷり濃いめです。さあ、では、溶けましたので、書いてみましょう。書いてみますよ。じゃあここに引いてみますね。この時に大事なことは、躊躇しないことですね。上手に書こうと思わないことですね。大きな気持ちでやってみましょう。ではやってみます。こうですね。さあ、直線ですね。では、少し書き方を変えますよ。どうですか？ちょっと違うでしょ？もう一回やってみます。そうだ、その前に説明しようね。なんでこう違うかですね。これはね、実は筆の角度にあるんですね。この線は筆を立てるようにして描きました。そして次の線は筆を少し寝かすように描きました。この立てるか寝かすか、この角度によって筆によって描いたこの直線が異なるんですね。当然、立てて描いた方が細くなります。寝かすと太くなります。ではもう一度やってみましょう。さあ、こうやりますよ。筆を立てるようにして、こうですね。寝かしましょう。こうですね。これも寝かします。描きます。太さ違いますよね。だから、あなたは、この一本の筆で、筆を立てたり、寝かせたり、この角度を変えることによって、線に太さの違いをつけることができます。これは大事なことですね。さて、それでは、この線とこの線なんですけども、じゃあこの丸筆は、このくらいの線しか描けないのか？もっと細い線や、もっと太い線は描けないのかしら？という疑問がありますよね。さて、どうでしょうかね。では、書いてみますよ。もう一回絵の具を溶いてきて、さあ、絵の具いっぱい溶きました。では、やってみますね。こっちやります。はい、次ですよ。どうですか？
どうですか、これ。一本のこの筆ですよ。こんなに違います。面白かった？全然違うでしょ？この筆で書いたと信じてもらえるかな？これは筆の角度で変化つけたんですね。では、これとこれはどう書いたんだろう？筆の角度ではなさそうですね。実はね、筆の穂先の形の変化だったんですよ。この穂先の形です。もう一回、よく見ててくださいね。じゃあ絵の具解きますよ。解いてきたら、普通はもうこうやってこのまま描くよね。このまま。そうではなくて、見ててくださいね。ここで筆を、見えた？見えなかった。じゃあこっちでやってみましょうか。わかりやすく。持ってきますよ。いいですか？見えた？筆形。ほら、こんな広がったでしょ？持ち上げてみます。ほら、こんななってます。もう一回、丸筆に戻してみましょうか。丸筆の形もう一回見てください。こういう形だったんですよ。これが、こうなっちゃったんです。ねえ。それで、こうやって、こんな形して、これを、こう書く？ほら、これよりも幅広いでしょ？では、こうなってるこの形を、今度はね、今こう書いたんだよね。こうやって、ナイフのようにして、ナイフで切るようにして、書きましょう。もう、細いの太いの、いろいろと書けると思います。ね、これより全然細いでしょ？細筆で書いたと同じだよね。これなんかも。すごいでしょ？この一本の丸筆を、まず角度を変える。それから筆先の形を変える。それによって、一つ、二つ、三つ、四つ、4種類の異なった線が描けるんですね。もちろん、この中間も描けると思います。もうあなただったらいろいろと工夫できますもんね。筆圧もこれとこれよりももう少し軽くしてもきっと弾けるかもわかんない。あるいは、もう少し筆圧を重くすれば、またどんどん変わってきますよね。ほら。この角度ですよ。すごいね。もちろんこれもほら、こうも弾ける、こうも弾ける、こうも弾けるんだね。さて、今日はね、この丸筆一本で、どのくらい幅の変化のある直線が弾けるか、というお話でした。今日の動画がとてもね、参考になったと思われる方は、評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。とにかく、これね、何遍も見て、何回もね、試して、あなたもね、ぜひしてみてくださいね。次回も、このような、この丸筆の使い方、もっともっと皆さんにお見せしたいと思います。今日は最後まで見てくださって本当にありがとうございました。それではまた。
いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。